むずっとむずっと。おお、食ってた。止めるぜ。こんにちは、 SBFJ 利根川です。お昼前に家を出て担々つけ麺をいただきます。担々麺が好きなんです。ごちそうさまでした。そして去年釣りをした羽生の川へやってきました。橋を渡った先ですがこれはいや車体に当たるほどの、これは釣りできないよね、これね。できないですね。この今右前ですよあそこが水です入っていけねえや、こりゃ。水の水位はちょうどいいですけど、こっちから来てる水路も見えないし、横の水路もほとんど見えません。あれは川幅それなりにあるんですけどねいや、これはお預けですね。残念です。ここから割と近くにある浮屋の里へ行くと驚きの光景が広がっていました。水が落ちてる。見る影もないぐらい水が落ちてます。わかるでしょうか、伝わるでしょうか。80センチぐらい落ちてる気がする。この前水多かったにしろ落とされちゃった。こうなってるんですね。どうしよう。とりあえずトイレに行って考えますか。そうそう、ここ浮屋の里は駐車場があるのでトイレもあります。ちゃんと。素晴らしいですね。ちゃんとした公園です。公園なのかな。公園です。ありがとうございます。トイレお借りします。でもここまで行くのか。水深これだけはあるってことですね。意外とでも刺さってんな。ヘドロだな。どこまでも刺さるやつだな、これ。こっちからこの方向で出しますか。こうやってみますか。さっきの水路の反対側がここです。私がもし玉浮きで釣りをするならここを狙いますね。いや、でも流れ結構あるな。この流れがあそこから出てるのか。今日はですね、腰を痛めてまして、腰をいたわりながら準備させていただきます。とりあえず着座しましたが、めちゃくちゃ暑いのでこれを使います。落ちるところだった。針は切磋の5号。コンパクトタオル吸水。よし、ゴミは必ず持ち帰りましょう。よいしょ。ぐる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 てんぐるぐる。吸水。
よーし、では1投目です。釣れるかなよろしくお願いします。よろしくお願いします。1投目。さあ浮きが立ちました。浮きが立って4目盛り出ました。ちょっと右側の方が浅いのか、まっすぐがおそらく吐き出しにド直撃なので、どうでしょうか。グルテンの玉っころを2つ確保してから仕掛けを回収。すぐに2投目を投入です。左にはフェンスや草が生い茂っているのでかなり投げにくい。もうここ深い、ここ狙おう。2投目でちょっと左、ちょっと左行ったらちょっと深いんでこっち狙います。お前どっから来たよ。足元から出てきたんですけど、怖い。潰さなくてよかった。前回釣りをした場所とは高低差があるので魚が遡上することは不可能。正直魚がいるか怖かった。でも開始から25分が経った頃、今日初めて浮きが動きました。なんだろう。ポクンって上がった。ハリスプッチ、今のでハリスちぎられ今のでハリスちぎられたんですけど、竿に重さ乗らなかったですよ。なんだ、傷んでたのかな。上のハリスなので前の仕掛けから流用してきたやつです。針を切磋の黄金にします。浮きが動いてからそれほど経たずしてもう一度当たります。実は前回の動画を公開した後、腰を痛めてしまいまして大変でした。なぜ痛めたかというと腹筋をしていたんですよ。1日50回を目標に休み休みやっていたら31回目を前にしてピクリとも体を持ち上げられなくなりました。いやー、こりゃ明日筋肉痛だなー。腹筋強くなっちゃうなー。そんなことを思いながら座りっぱなしの一日を過ごしたら、なんだか腰が痛い。めちゃくちゃ痛い。お腹はというと相変わらずの筋肉痛。どのぐらい腰が痛いかと言いますと、ベッドに仰向けで足を伸ばして寝られないくらい痛い。右を向いても痛い、左を向いても痛い。いざという時のロキソニン、それを飲んでも全く痛みは取れません。夜全然寝られなくて、寝られたと思ったら1時間ちょいで起きてしまうのを何度か繰り返して寝不足でした。今の当たりだ。もう一回やって、もう一回お願いします。むずっと泳ぐけど、船食ってないの？釣れてる。釣れてない。よし。はい、しっかり針は口の中にかかってます。ちょっと今引っ張っちゃってますけど、口の中にかかってます。鏡餅のようにマブラさんにカエルが乗ってます。鏡餅の上に乗ってる水がなくなって一時はどうなるかと思いましたが、ありがとう。食っててありがとう。船がいた。よかった。あの辺にいました。カメラアングルを大胆に変更。
水路が細いので対岸から撮影することができます。というか最初からこのアングルで撮っておけばよかったと思うくらい見やすいですね。釣りを開始してから1時間弱が経過しました。腰も痛いのであまり長丁場の撮影は厳しいです。釣り台を準備して熱くなった体もネッククーラーを使ってクールダウン。首筋の頸動脈から全身に巡る血液を冷やすので風に当たるほどの清涼感はありませんが意外と効きます。地味に効きます。利根川が使っているネッククーラーのリンクを概要欄に貼っておくのでよかったら覗いてみてください。これは案件ではありません。自腹で買ってます。おお、食ってた止めるぜ止めたけど回ってるだけかな。どっちだ、回ってるだけか、すれちゃってるか、回ってるか、すれてるか、どっちだ、いれれ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 。おりょ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 。いや、すれてるっぽいな。おお、危ない。回ってるだけだといいな、食ってるといいな。そんなことねえよな、でもな。いや、ダメだ、すれてる。合わせるの遅れたらすれてました。遅れたからすれてたのか、はたまた最初からすれていたのかは分かりませんが、とりあえずごめんね。ここからしばらく反応がなくなります。20分、40分、そしてゲストがすぐ横に。これが来たらやばいです。50センチ級ですが確実にやられます。U ターンしたかな。いや違う、沈んだ、潜水艦だ。あそこまで行ってしまうのではないか。怖っ。そんなことがありつつも餌を食べることはなく、さらに15分が経過してしまいました。ですがこの1投で浮きに反応あり、今回全体的に当たりがあんまりないですが、どうなるかとやら。あのサイズの船や鯉がいたのであれば鯉っ子船っ子いるはずなんですけどね。産卵するような場所がないのかもしれません。いや、でも水中に松藻が生えていたので産卵するような場所はいっぱいありますね。逃げ場としても抜群。わかりません。やっぱ怖っ。ハリス切られた。下のハリス切られました。あそこに一目散に入られちゃった。濃いでしょうね、あんだけ速い動きは。ハリス切られちゃいました。グルテンだけでやっていましたが反応が少し鈍いのでこいつのお出番です。さてそろそろ進化のお時間です。進化を入れてグル団子にしちゃいましょう。利根川です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうも。ここから1時間反応なし。腰も痛くなってきたので少し動いて血を巡らせましょう。さらに眠気がすごかったので30分ほど仮眠。時刻は18時半。夕焼けが広がっているのでいわゆる夕間詰め。あと40分くらい釣りができるはずです。1投目から浮きがピピッと動いているのでしっかり床休みが効いたかもしれません。今ので食ってないの？
あれ食って走ってるやつでしょ。もしも寄せ直しになっていたら地獄でしたが、これだけ反応があれば何かしら魚はいますね。次の餌を投入しようと思って竿を上げたら、このアングルだと映らないくらい小さい魚が引っかかっていました。さっき釣れたのはこのサイズ。なんかパクパクしてヘラブナっぽい気がする。どちらかは分かりませんが稚魚です。ごめんね。もう日暮らしやセミが鳴いているので夏ですね。完全に夏です。夏といえば水路、再生回数もある程度順調に増えていて、チャンネル登録をしてくれる方も結構います。今この動画をご覧いただいている皆さん、一人一人が積み重なって24,603人です。本当にありがとうございます。内部的には一人一人増えたことが見えているので、皆さんのチャンネル登録と評価ボタンが活力です。日本はもちろん全世界に向けて利根川を皆さんの力でお助けください。いやー食ってる食ってる。いやー食ってる食ってる。おマブラソン気持ちいいな。魚が釣れると気持ちいいな。よしよし食ってる食ってる食ってるぞー。サイズダウンはしてるもののマブナさんが食ってきました。食ってくれました。よいしょー、ありがとう。そうそう、前回の動画にコメントで河川に足が生えていたら泥が溜まっている証拠なので本来の自然ではない。本来の自然は石とか砂利、あとは限られた植物が生えていて渓流魚が育つような川こそが本来の自然。ざっとまとめるとそんな内容だったんですが、内容的には確かに納得です。ただ利根川にとって子供の頃から触れている身近な自然というのはこういう水路なんですよね。自然に対する感覚というのは生まれや育ち、過去に触れたり見たもので変わってきそうです。利根川が釣りをしている水路に関してはもともと成り立ちが素掘りの水路だったはずなので、前提条件が違っているような気もします。あれも自然だしこれも自然、それでいいんじゃないでしょうか。利根川の動画は楽しさを前面に押し出しているので気楽に見ていってください。イエーイ。おお、あ、今リャンコだった。違う、食ってないかこれ。うわあ、リャンスレだった。あ、食ってない。いや、だいぶサイズダウンしたマブナさんですが食ってもいませんでした。サイズとしては20センチいかないくらいでしょうか。ズームしてあれだったんで、ズームしないとこんなもんです。ちっちゃいことがよくわかりますね。まだでも魚いるはず。よいしょよいしょ、ごめんね。いやー、なんかいい夕焼けですね。まだもうちょっと浮きが見えるので釣りを続けますが、いい夕焼けです。本当にもう暗くなる頃には家に着いて腰をいたわって湯船に浸かろうと思っていたのに、結局暗くなり始めました。これ食ってそう、これ食ってそうですよ。食ってそうですよ。この子は食ってました。上顎にがっちりと、違う、下顎だ。下顎で下向きにがっちりかかってました。
よいしょ。はい、ありがとリリースして次の一投、餌をできる限り小さくつけて放り込む。本日最後の当たりです。餌とか仕掛け類をある程度左手で片付けて、ささっと撤収できるようにしてからいろんなことを考えていると浮きが動きます。おお、考え事してたら走ってた。超小舟さん食ってる。超絶小舟さんが食ってました。うん、恋じゃないですね。ふなちゃんですね。ふなさんですね。ふなくんかふなちゃんか分かりませんが、網に入れるとまあちっちゃい。でもいいんです。楽しいんです。ありがとう。すげえ雨が降ってきちゃった。天気予報では晴れでしたが、18時過ぎからいきなり雨が降ってきたのでびっくりしました。ここはギリギリ木が若干かぶってるのでちょっと当たりが弱いですが、これ天気雨じゃなくて結構降んのかな。結構降ってんな。やばい。今日は本当にカエルが多かったです。直近で孵化したんでしょうね。縁起物ですし、できる限りいたわったので再生数爆上げよろしくお願いします。ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さん一人一人のチャンネル登録が束となって今のチャンネル登録者数となっております。まだ登録してない方はその輪に参加してみませんか。利根川 SBFJ 利根川を押してみませんか。よろしくお願いします。ではではまた次の動画でお会いしましょう。